どうも皆さん、こんにちは。Thinkers チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日も、ジョセフ・ティテルさんの予言のご紹介をさせていただきたく思います。今日は、2024年3月1日にジョセフ・ティテルさんがご自身の動画チャンネルで、シェアをしていた配信動画、出来事サイキック予言、これから起きる大事という動画の内容をご紹介させていただきたく思います。で、私の thinkerschannel.com のブログの回で、この予言をご紹介している回は第132話の回になっております。私の方のブログのタイトルが迫り来る危機、知らなかったじゃ済まされないというような、どう生きるかはあなた次第ですというタイトルがついたブログの回になっております。はい、3月に入っての予言になりますので、3月以降まだ実現していない内容の予言を中心にお送りしていきたいと思います。動画では、私がかいつまんで、重要な予言というのをピックアップしてご紹介させていただきますが、フルバージョンを知りたいという方は無料で、thinkerschannel.com の132話で読むことができます。この動画の概要欄にブログのリンクを貼っておきますので、直接そのページに飛べますので、ぜひ確認してみてください。Thinkers チャンネルでは、これが正しいという形で皆さんに答えというものを提供はしておりません。おのおの皆さんそれぞれで考えて、正しいか否か、真実はどうなのかということを考えるきっかけを提供しているに過ぎませんので、答えが知りたいという方はもちろん来られると見てると思うんですけれども、答えというのは自分で常に探っているものだと私は思っております。答えがある人生というのはね、私は簡単すぎるので、皆さんそれぞれね、毎日毎日答えを探すといいますか、何を、ね、目的として生きているのかというのを常にね、こう感じながら過ごしているんじゃないかなと思うんですけれども、基本的に全てのものはすぐね、数学のように 1+1 は2ということで答えが出るものではないと思っておりますので、道徳心も兼ねて皆さんそれぞれの感覚で自分なりの答えというのを情報精査を兼ねて探していただきたいと思っております。それでは今回の予言の方を進めていきたく思います。3月というのは水星逆行という天体の動きがあった月らしいんですね。3月18日から、水星の逆行期間に入っていたそうなんです。で、18日からはその水星逆行の前期という部分、まだ本番になっていない、その前の部分の期間であって、その水星逆行本番のエネルギーが少しずつ出てき始めている時期だったということなんですね。で、この水星逆行の本番というのは4月1日からという流れになっていますけれども、4月1日といえば台湾で大地震が起きてしまいました。こうした形でジョセフさんというのは、この今私ご紹介しているのが3月1日に配信された予言なので、3月1日の時点で、4月1日からは水星逆行期間の本番に入るので、何かね、大きなエネルギーが動くことが起こりますよということはおっしゃっておりました。そのタイミングで、それが原因かは分かりませんけれども、4月1日に台湾で大地震が起きてしまいました。今回、そういった形で水星逆行が3月のその前期、3月18日からその水星逆行の前期のエネルギーが出てき始めますよという話題から始まった予言会なんですけれども、まず新しくご紹介している予言といえば、新しい製薬会社が春の花々のように開花するとジョセフさんはちょっとポジティブな予言をしていらっしゃいました。今まで製薬会社に関しては闇の勢力ですとか、マフィアとかそういった、カ・マルテルなどの関わりが噂されていて、マイナスのイメージといいますか、闇のイメージが強まっていたと思うんですね。今でも薬をたくさん飲んでいる人ですとか、信じて常に病院に
頻繁に簡単に通っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、多くの方がその医療業界の闇というのに気づき始めている昨今だとは思います。ですけれども、これから先の時代において新たな製薬会社が開業して芽吹くとジョセフさんは予言しています。ジョセフさん曰く、スピリットを言っていたのは、これから先は新たな製薬会社が続々と芽吹くらしいとおっしゃってました。現在もすでに存在している小さな製薬会社は今までの研究の成果や新たなる発見というもので注目されます。それは自然との調和がヒントになることでしょう。自然治癒や周波数のことなどが注目されそうですとおっしゃっておりました。でその治癒の方法というのはまだですね応用されていない植物を使って行われるとおっしゃってました。その植物はブラジルやペルーなどに生息するものだとこの日におっしゃっておりました。治癒ということを言うとね、やっぱり薬事法に引っかかってしまう昨今ですけれども、そういった予言なのでまだ現実に起こっていません。どんな植物かも分かりません。なので、こういった予言をジョセフさんはこの3月1日の時点でしていらっしゃいました。そして、ボートレーシングでの深刻な事故も起こるでしょうとこの日予言をしていたんですけれども、投資ビジョンというのをジョセフさんは見ることができます。でこの投資ビジョンで見た内容としては、ボートで深刻な事故が起こりそうだとおっしゃってました。セーリングボートのレースで起こったことなのかもしれません。ビジョンでは救命ボートが見えてパニックになっている感情が感じられましたとおっしゃっておりました。でこのレースはテレビ中継されるということで、たくさんのカメラが撮影している影響からさまざまなアングルからその事故の様子を見ることができるような状況になるということも予言していらっしゃいました。事故の予言続くんですけれども、普通の交通事故とは異なるような車の事故が起きるとおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、特別なことではないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この事故はいつもと違います。たくさんの車両が巻き込まれており、車から煙も見えています。ヘリコプターが飛び回り、数台の救援車両というのも見えますが、渋滞になっているため現場に行くことが大変困難な状況、そういったカオス的な状況のビジョンを見たそうです。どこで起こるかの情報っていうのはちょっとわからないので何とも言いませんけれども、ドッカンという雰囲気がしているということもおっしゃってました。その爆発ですね。どんな出来事だということをちょっとね、そのビジョンから察して予言しているんですけれども、どの期間に起こるかっていうのもちょっとわからないような状況みたいです。家宅捜索の予言というのもしていらっしゃいました。これはおそらくアメリカ系だと思うんですけれども、ジョセフさん曰く、以前の前お米の国のリーダー DT 氏フロリダ州のマーララーゴの自宅に家宅捜査が入った時のことを思い出しました。確かに入りましたよね。しかし今回はアメリカではないようです。アメリカではないですね。これは UK やオーストラリアなのかもしれません。アメリカである可能性もありますが、海外である可能性が高いでしょうとおっしゃっておりました。いずれにせよ政治家への家宅捜索というようなものが予言されていまして、複数の案件が発生するというふうにおっしゃっておりました。ショッキングな逮捕劇という過去の予言も数々残しておりまして、私の今画面に出ているこの2話の、予言の回でお話ししておりました。第81話の回と第127話の回でお話ししてましたので、直接この話題を予言しているチャプターに飛べるリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ご興味がある方は見ていっていただければと思います。そしてエジプト上空に浮かぶ黒い雲。
ジョセフさんのビジョンでは、ビジョンの始まりは黒い点がエジプトの上空にありましたが、そのうち次第に大きくなっていきました。この大きさはエジプト全域を覆うくらいです。これは比喩的なビジョンだとも思いますので、私の考察では何かお天気に関してお天気に関係した大きなことがエジプトで起こるのかもしれないと思っています。とても邪悪な感じがしたので、もしかしたら古代エジプトのペストがばらまかれるような、そういったことが起こってしまうのかもしれませんとおっしゃっておりました。皆さんもね、どう解釈するか、どう考察するか、ちょっと考えていただきたいんですけれども、そういったまだね、ちょっと情報が不確かな漠然としたエジプトに関する予言でした。サイバーアタック、真実暴露が巻き起こる。この真実暴露の予言というのはたくさんあるんですけれども、今回ジョセフさんがおっしゃっていたのは、こちらです。これはサイバーアタックで暴露されるのかもしれませんが、お米の国カナダ、そしてE○○Lの軍に関する真実が暴露されます。極秘情報のファイルや画像、動画などが暴露されるそうです。これにより逮捕者が出るでしょうと予見していらっしゃいました。その他には宇宙に関することも暴露される可能性があるとこの時予言をしていらっしゃいました。真実といえば、海の中というのは謎が多いんですけれども、今回海底に潜む真実という予言もしていらっしゃいました。ジョセフさん曰くこれが軍との関係がある事柄なのかもしれないんですけれども、どこかの海底から何かが発見されたという報道がありますが、偽旗作戦かもしれない、嘘の報道かもしれないとおっしゃっておりました。AI が作ったものなのかもしれないです。しかし海底に隠されているものに関しては本当のことでしょうとおっしゃっておりました。連邦機関の大スキャンダル勃発の予言も出ています。これはお米の国のことだと思うんですけれども、ジョセフさん曰く F○I というのはスキャンダルが起きてから誰かが辞任せざるを得なくなったりする事態が起こるでしょう。これも権力の移行の動きで C○A など他の機関もこのような動きがあるかもしれませんとおっしゃっておりました。で、一体具体的に何が起こるかというはっきりした予言はまだありませんけれども、この時点では権力者の失墜というのがあるようです。そして洪水に関しての予言が的中していたことというのもありました。これはね、もうすでに起こってしまった予言というのをご紹介してるんですけれども、今回の予言でジョセフさんは3月から4月にかけて洪水が多くなるということを予言していらっしゃいました。蓋を開けてみると、ドバイでの洪水、そしてブラジルやケニアで大洪水があったりと予言が的中していました。ジョセフさん曰く3月から4月にかけて日食のエネルギーもあり、洪水が世界中で起きるでしょう。他にも土砂崩れ、崖崩れなどが起こっていきます。アジアの大陸では豪雨、そして洪水が起こりそうですと、この時、3月1日の時点で予言していらっしゃいました。日食というのが4月8日に起こったものですけれども、去年の10月28日にも、金環月食というのがありましたよね。日食続きのエネルギーが続いていることもあって、そういったエネルギーが発生しているということなんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、その太陽フレアとかそういったものもやっぱり地球に影響を与えているので、そういった部分に関しても影響してくるんじゃないかということは、特にね、地殻変動ですとかそういうのに関してはあるんじゃないかというお話は以前よりしていらっしゃいました。で、ここからは今回もまたお話ししていた過去に伝えられていてまだ実現していない予言の話をしていらっしゃいました。ブログの方で詳しくお話ししておりますが、例えばマルテルの構想の予言のお話とか医学の進歩の予言のお話、そして大波のような
波が製薬会社に押し寄せるという予言。ちょっとね、先ほどの新しい製薬会社が出てくるよという予言に通ずるものかもしれないんですけれども、ちょっと闇のね部分が強い製薬会社が大波にさらわれて、新しい製薬会社が注目されるというような流れになればいいなとは思ってるんですけれども、そういった話題、そしてサイバーアタックの予言の更新情報、そしてパナマ運河のこと、そしてリーダーたちの失墜、銀行が倒産するという予言というのも、更新予言であったりですとか、いろいろね話題が多く、ありますけれども、これは過去にもお話ししていた内容を今回もお話ししていたり、ちょっとね情報を上乗せした形で更新予言ということを発表している場合もありますので、ぜひともブログの方で読んでみてください。ブログのリンクは概要欄の方に貼っておいてあります。はい、今回の予言は以上になりました。いかがだったでしょうか、皆さん。今回はねちょっと短くなりましたけれども、いろいろね予言を聞いてご自身で考察していただいたり、現実に起こっている世の中の流れ、そしてメディアの動向、そして本当に、真実はどこにあるかというところの情報精査というのにちょっと視点を向けられるようなきっかけを与えられたらなと思っておりますので、ぜひともちょっとね情報というのはとても大事なことだと思いますので、人の人生を左右するものだと思いますので、忙しい方がほとんどだと思うんですけれども、その情報精査というところもねやっぱり真剣に向き合っていただけたらなと思っております。で、何も私の情報が一番正しいですとか、誰々の情報が一番正しいということは私は言いませんけれども、その、自分が信じられる情報というのを見つけられるか、それにどう向き合うかというところをおのおのやってみていただければなと思っております。今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたら、グッドボタンでサポートの方をよろしくお願いいたします。グッドボタンをポチッと押していただくだけで、私のねフィードが見やすくなったりですとか、出てきやすくなったりするらしいんですね。で、ちょっとでもサポートになってくれるみたいなので、もし心に余裕がある方はポチッとして帰っていただきたいと思うんですけれども、また予言聞きたいよっていう方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。私のね、番組タイトルの横っちょにチャンネル登録ボタンありまして、でその右側にベルボタン、鈴のマークありますので、それを押していただくだけで私が配信をした時に通知が流れるようになります。もしまた予言聞きたいよっていう方は押して帰っていただければと思います。はい、私ちょっと小さい番組すぎて、弱小番組すぎてですね、多分それしていただかないともう出会うきっかけがなくなっちゃうかもしれないんですよね。埋もれていっちゃうと思うので、もしもう一回予言聞きたいよという方は押していっていただければなと思います。はい、それでは今回も長々聞いていただきまして、見ていただきましてありがとうございました。それでは皆さん、自分をめでて幸せに今日も生きてください。See you next time. Bye bye. Much love.